レッツ DIY ということで、2021年の春過ぎあたりからぼちぼちとやれる時にやれることをやってきた築33年になる分譲マンションのセルフリノベーションが一通り完成しました。今回はまとめてやったことだったり使ったもの、費用、ビフォーアフターなどなどを紹介していきたいと思います。現在築33年になる分譲マンション、今から12年ほど前に購入しました。その際に業者に頼んで1度目のリフォーム、この時に LDK 横に2部屋あった和室を洋室に変更したんですが、住んでみるとまだまだいろいろと不都合が多いことに気がつきます。前置きはこの辺で早速紹介していきたいと思います。まずは家の中心、キッチンからです。ということで、まずはキッチンからなんですが、前に動画でも出したんですが、キッチンのリフォーム工事を業者にお願いをして、ここら辺の壁を全部取っ払ってきれいにしてもらったんですが、その際にいろいろと不手際というのかちょっと気に入らないところがあり、それを直す過程からこの全部の全フロアをセルフリフォームしようという火がつきやったんですが、なので逆に言えばちょっとありがたかったのかなとも思いつつみたいな感じで、その詳細だったりは説明欄リンクに載せておきますので、その単体の動画を見ていただければと思いますが、まずやったのがこのキッチン部分の床。まずこのキッチンのフロアに床に通りのフロアタイルロイヤルストーンコンクリート PST2054 というのを貼り詰めて、その間部分に同じく通りの目地棒という棒を引いて、よりタイルっぽい、リアルの本物のタイルじゃないけどタイルっぽさを出した、キッチンの床にしてみました。フロアタイルかなり耐水性、汚れに対しても強いんで、キッチンだったりの素材としてかなりいいのかなと使っていて思います。汚れも目立たず、水もすぐ弾いてくれるので掃除もしやすいし、かなり気に入ってます。見た目的にもすっきりとして気に入っております。これが8000円ぐらいで、目地棒も5000円。目地棒かなり入っていてだいぶ余ったんですが、セット価格で50本入りだったかなで5000円ぐらいで、幅木も木目のものだったんですが、ソフト幅木に変更してます。3月のソフト幅木カラーホワイト W97 というのが2500円ぐらいで、この部分にも柱が、ここが木目だったんですが、ここを白に塗り替えただけで、かなりここだけでもちょっとの部分の木目を消しただけでもすっきりとして、こんだけで印象が変わるもんだなとびっくりしたんですが、ここを塗り替えて、この古い作りなんでどうしてもしょうがないという、もう外せない、多分ここに配管だったりが通ってるんですが、そこで台になってて、ここの天板がかなり汚れたホワイトだったので、その上に、アサヒペンのリメイクシートを貼ってみました。結構簡単に貼れて真っ白になって、これはもう変えただけでイメージが変わりました。古びたものからリメイクシートすごいなとここで気づいて、いろんなところで他でもリメイクシート使ってるんですが、そんな感じです。でそれがキッチン。あとあれもか、ここも棚がなかったので、棚を自分で取り付けて、同じカラーに似たものリメイクシートを貼って統一感をちょっと出して、棚を続きっぽい感じにしてみました。次はリビング。リビングも全面、これフロアも全部張り替えて、リビングだけじゃなくても全フロア張り替えたんですが、フローリングの上から3月のフロアタイル、これも全部もうフロアタイルを敷き詰めて自分で、ローツェオークという WD890 というのを敷き詰めて、リビングにベッドルームに僕のオフィスにもう一部屋全部を張り替えて、これが一番大変な作業だったんですが、ちょっとずつ進んでるので、物を動かしてその一部分を貼って、その日は終了みたいな感じで、何日もかけてちょこちょこと全フロアを貼って、変えたんですが、これがフロアタイル全フロア分で12万円から13万円ぐらい、15万円はかかってないぐらいで、それが変えて、で便利ダイン AR という 18kg の接着剤というのも、7500円です。全て 18kg で全フロア分足りました。接着剤ももう開けてしまったら1回使い切らないといけないみたいな感じだったんで、フロアタイル張り替え費をまたぎつつもそんなにも期間を取れないということで、集中的にガガガッと
何日間かに分けて張り替えてという感じ。本当はフロアタイル貼るとき真ん中から縁に向かって貼っていくのが一番いいと思うんですが、そんな関係もありちょこちょこと貼り続けていったというのもあり、もこの壁側のこっちのリビング壁側から順々にずーっとこっからザーッと貼っていって、こっち側のリビングまで張り替えたという感じで、ここがもともと築33年ぐらいのマンションなんですが、ここから間がちょっとあるんですが、こっちからこっちがもともとは和室で、和室を洋室に変えるリフォームを、12、3年ぐらい前にやっていて、その際に和室とリビングとの境目の部分に、段差がちょっとだけあって、敷居があって、この部分ちょっとだけ2、3ミリぐらいの敷居が1本入っていて、高さもちょっとだけ違っていたので、そこの部分全部カンナで削ってフラットにして、両方を平行にして、ちょっと若干斜めになってるんですが、その部分だけして、その上からフロアタイルを貼って段差のないこのリビングの陸続きにしてみて、そこがかなり夫婦ともども 2、3 ミリのこんな、ここにちょっとだけ段差があるのかないのかでかなりここの快適さが変わるもんだなとびっくりしたんですが、そんなこともやってます。そのちょっとの違いでかなりの快適さが変わりました。住み心地というのかで、もうここら辺壁紙は全部前の1回目のリフォームの際に張り替えたものを基本的に全てずっとそのまま利用してるんですが、このリビングのアクセントクロスとしてここだけ張り替えて、壁紙を張り替えて、3月のフェイスシリーズ、他にも結構ちょこちょこと違う部屋だったりも使ってるんですが、3月のフェイスシリーズという壁紙の TH30257 というもの、この一面で7000円ぐらい、のり付きで7000円ぐらいで張り替えられました。あとはそうだ、すごい大事な、ここもこの奥の部屋も和室だったんですが、ここからの敷居と、この襖っていうんだっけは取っ払ったんですが、こっちはそのまま生かしてあって、まだその名残が若干残ってるんですが、ここら辺全部柱も敷居も鴨居も襖もかなり昔の木目のもので和室っぽい作りがそのままだったので、ここも、まず襖の張り替えをして、全部壁紙と同じような壁紙、今までの既存の壁紙と似たようなものを探して、それを注文して全部ここ張り替えて、で敷居鴨居も白のペンキで全部塗り替えて、敷居部分にも全部ペンキを塗ってしまったら襖が滑らなくなってしまって動かなくなってしまって、横にでこれは何とかしなきゃいけないということで、敷居滑りというこれを貼ると襖が滑りやすいというものを見つけて、で白がなかなかなくて探すの大変だったんですが、白い敷居滑りをやっとの思いで見つけて、これ全部貼ったという感じで、襖のこの取っ手というのかな、とっても昔の和室の取っ手だったので、それを白いもうちょっとシンプルなものを探して注文して張り替えたというのか付け替えてます。窓枠部分も全部木目だったので、茶色の木目だったものを白のペンキで塗って壁と同色にしてすっきりとちょっとさせてます。でこの出窓のところの、この棚受けというのかもかなり30年ものの多分白のもう薄汚れた白だったので、ここにもさっきのキッチンと同じリメイクシートを貼って真っ白のものにしてます。でカーテンレールがかなりごつめの古いものがあったんで、それを外して、でこの窓枠の上部分に貼ってかなりすっきりとした感じでカーテンレールを付け替えて、目立たない感じですっきりとした感じになりました。ここもこうやって喋ってるとめっちゃちょこちょこ全部変えてるんで、多分言い忘れてることが何かしらあると思いますが、まあとりあえず行ってみるか。あ、ここもか。ここも全部そういえばここに有線のジュークボックスが入ってしまっていたので、もうそれが使われてないということで外して、壁を塞いで、でここら辺の配線周りもくちゃくちゃだったんで、ここら辺も壁紙がちょっと若干あれなんですけど、配線がここに貼っていたもの、いらなくなった配線がまだ入っていたので、外して、でほとんど似たような壁紙を探して、ここだけ張り替えてみたいな。ここのリビングのこのスイッチ周りをちょっとここ
こら辺すっきりさせただけでも結構気持ちよくなって、これもありました。これも全部とドアも枠を全部塗り替えて、枠からドアから全部塗り替えて、これ全部4つガラスだったんですが、このくぼんでる部分、ここの部分のベニヤ板、このサイズ測ってベニヤ板を買ってカットして4面に貼って、でこの同じペンキで全面を白に塗り替えた感じです。でノブも変えて、扉のノブもちょっと交換をして、同じようにこの隣のベッドルームも全部同じこのフロアタイルに張り替えてます。で次廊下。廊下のドアも全扉全ドアもう全て塗り替えて、あ、そうだ、使ってるペンキはカインズホームの、パーフェクトホワイトっていうのとピュアホワイトっていうカラーのペンキ、かなり塗りムラが少なく済んで伸びてくれて塗りやすいペンキで愛用してます。気に入ってます。この辺かな。廊下部分も全部これ全面ここダダ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 ダーっと床を張ってきて、ここ全部張ってきて、玄関までともう一部屋全部の、フロアタイルを全部貼っていって、で僕の一人部屋、ここも全部の床を張り替えて、そしてここは全て壁紙も張り替えて、いろいろとかなり変えたんですが、ここもともとクッションフロアが入っていて、前にやってた DIY で僕が貼ったクッションフロアがフローリングの上から施工されていたものを剥がして、今のこのフロアタイルを張り替えました、全部を。でこの部屋の壁紙がかなりこれ薄いグレーで気に入ってるんですが、この部屋は何のしがらみもなしに僕の好きに変えられたので気に入ってるところも多いんですが、3月のフェイスシリーズ、これも TH30256 という薄いグレーの、白と比べると分かるんだけどパッと見ちょっともう白ぐらいの薄いグレーのカラーの壁紙を貼りました。でここのクローゼットも30年もののすごい昔ながらの木目だったものをペンキで全て白に。でここはまだ変えてないんですが、もともとの、ノブ、ドアノブを再利用してマットブラックの塗装、ペンキ塗装をして、作り変えてみましたが、やっぱりだんだんと一番手に触れる部分なので、剥がれというのかちょっと傷がついて前のむき出しになってしまうということがあって、もう一回やっぱり新しいもの、マットブラックのパナソニックの、ドアノブに今付け替えてます。このトイレのドアノブと、洗面所のドアノブも変えたんですが、あと2部屋分このノブに変えようと。でついこの間多分動画で出した感じがあるんですが、玄関のリフォーム、セルフリフォーム、床面タイルだったんですが、ここもタイルの上から通りのピエスタというフロアタイル、若干このローゼオークというものと素材感が違って、見た目の感じも違って、すごい本物に似た雰囲気のフロアタイルでかっこよくて気に入ってますが、少し割れやすいところがたまに傷なのかなと。でシューズボックス、多分これも30年ものなんですが、木目だったのをリメイクシート、ホワイトのリメイクシートを買って、これが3500円ぐらいだったんですが、貼って全部を全面に貼って、ここも同じく、ノブ部分をマットブラックのペンキ塗装して変更しました。そしてドアのフィルム貼り替えて、元々のフィルムのもう上から施工したんですが、 3M のダイノックシート、モルタル、MT なんとかちょっと調べて下に載せておきますけどを貼ってみました。かなりグレーのモルタル調のいい感じの雰囲気で、やっぱダイノックシートってすごいなと。貼るのも結構簡単で、シワを伸ばして貼れてリアルな質感がすごく気に入りました。それと一緒に両ピの SP202 っていうドアクローザーに変えてみました。ここは黒と金ですかね。扉は黒と金で、ここら辺の素材だったりも全部黒に塗り替えたり、金具部分も黒で塗り替えたりという感じです。で他の部屋だったりも全部窓枠白に塗り替えて、この部屋は IKEA のハニカムブラインドがぴったりサイズのものがあったんで、ハニカムブラインドを入れてこんな感じ
今ちょっとこっちの部屋を変えてるんですが、クローゼットの、扉をもう取っ払ってオープンクローゼットに今しようと、もうちょっとスッキリさせようと思ってます。で、あとは洗面所とトイレ。ついこの間洗面所の動画も出したんですが、つい最近新しく壁紙と床を張り替えたのがトイレ。トイレの床は通りのグラノーブルというもの。壁紙はツートンにしていて、3月のフェイスシリーズ同じくさっきからずっとですが、僕の一人部屋で使った壁紙サイドに使って、奥はもっと濃いグレーの TH230260 というものを使ってます。トイレ一番最後にやったんですが、一番ミスが多い箇所で、床の面、やっぱりトイレの便器に合わせてカットするのがなかなか難しくて、若干隙間が空いてしまっていたりということで、ちょっと不満の残る最後の DIY だったんですが、床も変えて壁紙も変えてイメージが変わったという感じです。で、洗面所の床は通りのロイヤルストーンモアスムースというものを使ってます。で、洗面所構造的に欠陥があってドアを開けてしまうとクローゼットのドアと干渉してしまうということで、すごいそれがストレスだったので、洗面所のクローゼットのドアを外してしまって、その中を見える化してオープンクローゼットにして、クローゼット内の壁紙を張り替える変更をしてます。で、あと洗濯板がかなり薄汚れた洗濯板だったので、洗濯板カバーということで、ホームセンターで買った化粧板を貼り合わせて、多分1000円弱でできたと思うんですが、洗濯板を隠すカバーを作ってみました。そして洗面台のフロント部分のリメイクシートで貼り替えてます。白にしてみました。そんなところですかね。ちょっともしかしたらちょこちょこ抜けてるところがあるかもしれませんが、トータルで全部で床面が多分全フロアのフロアタイルを張り替えた感じになるんですが、で15万円から20万円は絶対かかってないんですが、15万円ぐらい。他その他もろもろペンキだったり壁紙、ちょこちょことした小物等々全部含めて30万円かかってないと思います。25万円から多分6、7万円ぐらいで全ての問題、だいぶイメージが変わったんですが、床を変えただけでそれだけでかなりの古びたフローリングだったので、イメージが変わってすごくすっきりとしてやってよかったなというところです。値段もかなり抑えられて、自分でやった分自由も利いて、この部分は今日やろうとか、ちょっと疲れたからここはもうやめとこうとかという感じに丸々全部、セルフリフォーム大体多分もう今大方終わったのかなと。よく言えばもうこの壁紙全部もしかしたらやるとこなくなって暇になったらやるのかもしれませんが、今のところとりあえず一段落なのかなというところです。で、やってみて一番思ったのが、もう全部に貼ってしまうものなので、この床のフロアタイルとかだともちろんそのサンプルを取り寄せて、かなりのいろんなカラー種類だとか見て見比べてショールームで見て決めたり等々したんですが、やっぱりどうしてもサンプルの素材だとこの一部分しかないんで、それを全面に貼ってみるとまたイメージが全然違って、やっぱサンプルだけじゃ結局わかんないなというところは身に染みたところだったんですが、だからといってどうすればいいのか分かりませんが、せめて1枚丸々買って試してみるとか、それぐらいもっと色だったり素材種類選びはもっと慎重になってもよかったのかなと。多分今だったらこの床もうちょっと違うものにしていたのかなというのがあるので、もう張り替えるわけにはいきませんが、もしかしたらいつかやるかもしれませんが、本当に全フロア貼ってもうすぐに買えるようなことがなかなか難しいものなので、慎重に選んだ方がいいなと。サンプルのちょっとちっちゃいサンプルとかだと物足りないのかなと、選ぶのにはと思いました。そんなところでしょうか。もしかしたら何か言いたいことで忘れてることあるかもしれませんが、また何かあれば、紹介したいなと思います。ということで今回はこの部屋の、セルフリフォームが大方完成したので、まとめてどこを何やったかというところを紹介させていただきました。またこれはどうだったんですかということだったりあればコメントでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。やめてくれるとしたら